今日は左手で手裏剣を打鍵して遊んでみたいと思います。私は普段物を書くのも、例えば物を投げるのも箸を使うのも右利きなんですけれども、左でも手裏剣を打てるように練習してます。もともと左で打てるように練習しておいた方がいいというふうに言われていたっていうのもありますし、あとは右でできたことを左手に教えるというとちょっと違うかもしれませんけれども、上手に移すための作業といいますか、やはり右でできたからじゃあ同じことが左ですぐできるかって言ったらそうはいかないところがだいぶある。なのでその練習や頭の体操、そういったものも兼ねてこんな練習をやっています。左手の手裏剣での打鍵で気になっていたのが、手を上げすぎるっていうこと、そしてもう一つは打った後やはり手首を使ってしまっていた、この2点が非常に気になりました。そしてもう一つは手と体がバラバラだった、この3点を今日は意識して練習していこうと思います。3点とも全て原因は一緒だと思ってます。この距離を届かないんじゃないかとか、もしくは手裏剣がうまく刺さらなそうだったからこそ力でスピードで何とかしようと手だけを早く動かしてしまった、その結果として先ほど言ったような3つの要因、3つの結果が出てきてしまった。手を上げすぎた、手だけで早く動かしてしまった、手首を使ってしまった。なのでこの3つを気をつけて練習していこうと思います。届かなくてもいいし刺さらなくてもいい、大きくゆっくり打つことを意識してみます。大きくゆっくりだけど手を必要以上に上げすぎない、あくまでフォームも大きくゆっくりですね。あと手裏剣の練習をしてて大事なことは、打ち始める前と回収した後とで数をしっかりと合わせること。単純なことなんですけれども意外と忘れがちです。特にこういう畳の中に手裏剣が入ってしまったり、手裏剣がどこに行ったか分からなかった時、後で探せばいいやだと意外とね出てこなかったりします。ですので必ず打つ前と打った後とで手裏剣の数は合わせてください。大きくゆっくり、今もねだいぶ腕を強く振ってしまったので体と腕をなるべく一致させていきます。今手首を使いすぎてしまいました。これもちょっと指先がおそらくね打った後こんな形になってると思います。あとはやはり余分な力がどうしても入ってしまうんですよね。なのでそれをなるべく抜くように少しどうもねやっぱり手だけで打ってしまっているので体を使いたいんですよね。
5件ぐらいの距離から今度は打ちます。ちょっと今手首を使いすぎちゃいましたね。もう少し我慢してみます。かなりね、ふわっと打ってるなと感じるかもしれませんが、私は普段練習ではこんなもんです。そんなに強く打ちません。体に負担のないぐらいの力でいつも打つようにしてます。ちょっとね、指先に力が入ってますね。今の9本はすべてちょっと指先が強かったです。指先が強いとこう手が返りやすい、これを指先が強いって私言うんですけど、もう少し手首や我慢をして手の中を手裏剣が滑るように打ちたいですね。手が返ってしまうとどうしても手裏剣が滑りはしないんですよね。すり抜けない、指先の力で打ってしまうので、なるべく我慢をしたい。手首が返らないようになるべく我慢をしたい。これはだいぶ軽く手が入ってしまいましたね。手首を使わないともっと重く体を使えるはずなんですけれども、私が手裏剣の練習をする上で大事にしているのは、まず一番最初の段階では刺さること。この大きい的のどこでもいいんです。まずは刺せるようになること。手裏剣って刺さらないと面白くないですからね。面白さを知っていただくためにも、まずは刺せるようになること。それができるようになったら、狙いをもっと集中して同じようなところに打てるようになる。それが大事だと思ってます。なるべく今度はその手裏剣を集めるように同じところに打てるようになってほしい。それがある程度できてきたら、威力を上げる、強く打てるように。そして今度は距離を伸ばす。これが大事だと思ってます。まず刺さること。
たまにねこうやって左だけで練習することもあります。あとは少し今狙いが下になってきたので、なるべく上の方も狙ってあげると、そうすればね距離も伸びやすくなりますので。というわけで今日は左手で打鍵をして遊んでみました。途中何度かちょっとこう話もしたんですけれども、左で打つといってもいきなり強く打つわけではないです。最初はふんわりと柔らかく、的にギリギリ届くぐらいの力加減でも構いません。何度も言ってるんですけど、手裏剣ってこういう先が尖ってる、しかもそれを投げるわけですから、軽い力で投げても刺さってくれます。ですのでまずは体をしっかりと使いさえすれば、強く投げる必要は最初はないと思ってます。まずは刺さること、そうしたら今度はコントロールを良くすること、強く打てるようになること、それから距離を取る、この順番で練習していくと無理なくというか、上達が早いよとは言われています。なので私自身もそんなに強く左で打ったりとかはせずに、まずは柔らかくふんわりとでいいんです。優しく打つ、そんな練習をしています。もうこんな形でもし何か疑問とかありましたらコメント欄の方に書き込んでいただければ対応させていただきますので、よろしくお願いします。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。